こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、田舎暮らしからのゲーム再開です。今回は羊毛3色とスイカかぼちゃを集めるので、時間を惜しんでテキパキ働きます。のんびり穏やかな田舎暮らしが台無しねって、今度は何忘れたのよ。スケルトンの骨です。まあともかく前回は、ピラミッドが95層まで伸びました。影も3本に伸びて、トロッコは伸びずに消滅してしまいました。動画も間延びしてたわね。そういえばトロッコ消滅の件ですが、ゲーム再開後3分ほどで消滅を確認できているので、うっかりトロッコをアイテム化してた線は否定できます。昔確か、ゲーム中断直前に設置したベッドが消滅してたことがあったような。まあ稀によくある現象なのだと思います。念のため再現するか、ビーコンで検証した方が良さそうね。万が一逆に増殖すると嫌なのでやめておきます。さて、今回は少しでも無駄をなくそうと、各色ごとの羊毛の必要数の割合を事前に計算し、染料の個数を変えています。なんで今までやらなかったのよ。数字を覚えるのが大変だったからです。そして、おおむね全頭の羊を染色したところで、なぜか白の染料が余りました。事前の計算って、何だったの？思ったより羊が少なかったですってウォーエンダーマン。田舎暮らしでは久しぶりね。なんだか今回は仕留められそうな予感がします。いつもそう思って逃げられているわよ。いややっぱり寄ってきてるし。危ない。でも冷静沈着に、後方に投げた剣があることにすぐ気づきました。つまり焦っていたのね。長年使い慣れたキーボードをうっかり押し間違えただけです。うっかり押し間違えることに慣れているのね。まあ、無事に追っ払うことができたようです。仕留めるんじゃなかったの？まあともかく、机上の計算と現実とのズレを、臨機応変に修正しておきます。俗に言う証拠隠滅というやつね。色数が2、3頭差あればちょうどいいはずです。まあ適当でいいか。で、あとは無心に羊毛を刈り取り続けるだけです。そういえば今更ですが、実は企画開始当初は、羊をベルトコンベアみたいに動かして、サクサクと羊毛を集めることを妄想していたんです。水の流れを利用する形式ね。約1万の羊毛を集めるのは、そういう手段を使わないと難しいと思っていました。しかし、実際に羊毛狩りをやり始めてみると、これがちょっとしたアクションゲーム感覚だったりで、ハマってしまうほどではないものの、意外と飽きが来ないものです。まあ羊はちょこまか動くものね。計算され尽くした絶妙な挙動なのかもしれません。マイクラは奥深いです。さてあとは、羊毛狩りとかぼちゃスイカの収穫を交互に行うのみとなります。というか、のみとなる予定でした。牧場と畑を交互に移動しているとどうしても、合間の小麦がここまで育っているのが目に入ってしまいます。やっぱり収穫しないともったいないですよね。干し草の俵は材料が9個だし、あまり割が良くないわよ。身の危険を感じずに収集できるのが魅力なんです。さてそういえば、かぼちゃ畑の方にスイカの種が紛れ込んだのは単にうっかりだと思っていたのですが、実は今に至っては、これは正解だったんです。というのは、かぼちゃは多分地上探索中に拾ったか何かで、スイカの数量の方が不足しているんです。つまり、うっかり計算づくでスイカの種をまいていたわけね。さて、小麦はもうほとんどを植え替えることにしたので、羊毛狩りなどの合間に着々と作業をこなしています。白い羊毛は集めておかないと。手間がもったいなくない？後から考えれば、不意打ち的に現れたのでやられました。なお、水源左右の120箇所の小麦を植え替える時間は70秒ほどで、時間こそ少ないです。しかし、小麦はちょこまか動いてくれないし、羊のようなリラクゼーション効果もないのがやっぱり問題で、短時間でも割と飽きが来てしまいます。つまり、
小麦にひょうきんな顔を作ってちょこまか動けと。いえ、今更ながらですが、一頑張りして自動収穫化すべきだったのでしょうね。さて、ひとまずスイカはあと2スタック、かぼちゃは1スタックほどです。羊毛はあと、各1スタックほどもあれば、という感じで、やっぱり羊毛の方が早く必要数に達しそうです。スイカかぼちゃ畑が狭いのよ。で、前回のプレイの続きはここまでで、ここでゲームを再開したのですが、重大なミスに気づきました。危なかったです。というのも、3色の羊毛の必要数を1スタックずつ数え間違いしていたんです。気づかなければ、各1スタックずつ足りずにピラミッド拠点に戻るところでした。つまり実際は現時点で、あと各2スタックずつ必要だったわけね。実はこれまでの田舎暮らしでは、2色の羊毛のうち必要数の多い方だけ覚えて、その数を2色分揃えていたんです。覚えるの苦手だものね。でも3色同数集めると、1スタック以上の無駄集めが出てしまうもので、自身の記憶容量とのバランスまで考える必要があって、やっぱりマイクラは奥深いです。一体何を言っているのよ。さて、やはりスイカ畑を広げねばなりません。もっと早くやるべきだったわね。まあでも、木こり時間のうちに実ると思うので、多分水引く必要はないですよね。苗を踏んづけてしまわない限りね。ついでに誤って踏んづけた苗もキラリンしておきます。さてそこから10分ほどで、まず赤紫の羊毛が揃いました。他の2色はあと4、50個ほどです。ほぼ同時に揃う予定じゃなかったの？どうやら缶での染め直し調整が外れたようです。そしてその7分後、ようやく羊毛集めは完了しました。で、アイテム整理を終えて、あとは伐採しながらスイカが実るのを待つのみとなりました。ただ一つ懸念材料があって、果たして伐採所にいてスイカが育つものかどうかです。離れすぎると育たなくなるものね。というわけで、スイカ畑から見渡せそうな範囲で、木を刈っていくことにしました。この辺りにあった森林は前に伐採してしまったところよね。残っている湿地の木が少ないです。で、畑からの距離が遠くなさそうなところは、結局3分ほどしか持ちませんでした。いろいろ計画倒れしてきたわね。まあでも、確か村の方角にも森林が見えていたような。で、畑に戻ってスイカ回収して、あの真正面、白樺の森でしょうか。というわけで、原木はインベントリぎっしりまで回収しました。これで当分の松明の材料は大丈夫かしらね。まあでも、まだまだ今後のために伐採ポイントを探さないとなりません。とか思っていたら、あんなところに屋根状の森が、美味しいです。そういえば昔、この地図を探索した時に見つけてました。意外と近かったんですね。さて、田舎に来てから1時間20分ほどになりますが、やっと予定数を収集完了です。まあ野戦しないと判断したことは正解だったと思います。さて、帰りのトロッコです。そういえばご指摘いただいて調べ直したら、村人にリードを使うことはマルチプレイでしかできなかったようです。で、ピラミッド拠点から最寄りの村までレールしかないといけないかと思っていたのですが、どうやらそれには及ばなかったようです。でも、この村は野戦の場所から近いし、全滅してないかしら。大丈夫です。レールの付近にはもう一つ村があって、そちらで無事に生き残りの村人を確認できました。村人補充場所は確保できたってことね。さて、ピラミッド拠点に戻ってきたところで今回はここまでとなります。次回はメサで赤サガンと片焼き粘土集めを。で、帰りがけにビーコンなどを持って帰って、ジエンドの黒曜石の攻略準備あたりまで進められればと思います。なお、3本の黒線はまだ消えていませんでした。4本目が出来上がりつつあるわね。松明でも受けば消えるのでしょうか。
というわけで、さりげなくトロッコが消滅しないよう時間を稼いで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。